きます。この先日まで今夕方5時20分です。2週間の海外旅行から帰ってきて、その前にストックの動画を作ってたので、実質家で動画を回すのが3週間ぶりぐらいなんですけど、海外から帰ってきて今3日ぐらい経ってるんですが、時差ボケが治らなくて本当になんとかしなきゃという日々を送っております。一回頑張って起きるんですけど、また昼ぐらいに眠くなっちゃって寝ちゃって、気づいたら3時間ぐらい寝ちゃってるみたいなことが続いてます。そして家の中もお土産が散らかってたりとかしてて、なんとか立て直していきたいと思ってます。で、今日はさっきまで仕事をしてて打ち合わせをしてたんですけど、これから仕事の人たちとご飯を食べに行くので着替えをしました。ご飯を食べに行くだけなのでミニバッグで、これはノルウェーのオスロで購入したミニバッグです。中には財布とティッシュ、エコバッグ、リップ2本ぐらいが入ってます。海外旅行から帰ってきて喋りたいことがいろいろあるんですけど、今思いつくことで言うと、指の皮がめっちゃむけちゃったっていうことと、また喉をやられてしまって、なんか喋ってるとやっぱカスカスになってきちゃうんですよ。それで海外旅行行く前に紹介したこのアルジタルのプロテクトプロポリスオーラルスプレーが大活躍しまして、彼も喉風邪やっちゃったんですけど、これを旅行中にずっとシュッシュ喉にしてて、喉の潤いを頑張って保ってました。最近もずっとスプレーしてます。ということで今日からまた Vlog を撮り始めたいと思います。では行ってきますって言ったけど、これ海外で買ったのど飴です。パッケージも可愛いし程よいです。美味しさのど飴って感じの味です。今日の服装は古着のシースルートップスにスペインのザラで買ったタンクトップのブラウス、インサイレンスの黒デニムでサンダルで行きます。今度こそ行ってきます。おはようございます。今日はこれから友人とニコタマで待ち合わせして朝活というか、ちょっと早めのランチとお茶をしてきます。年間一番よく会う友達なんですけど、私が海外旅行準備とか仕事でバタバタしてて、毎月1回ぐらいは会ってたけど1ヶ月は空いたかな。なので今日めっちゃ楽しみで、お互い話すこといっぱいあるねって言ってる感じなんで、もうひたすら喋り倒すんじゃないかなと思ってます。
今日持っていくハンカチはスイミーの馬がプリントされたハンカチです。これ生地感薄くて荷物を少なくしたい時とかによく持っていきます。今日着ているワンピースはポルトガル旅行で買った古着のワンピースです。持っていくバッグはノルウェー旅行で買ったバッグです。どういう場所で買ったかは今後ぼちぼち出る旅行 Vlog を見ていただければ嬉しいです。はい、今日は最高30度です。まだ5月なのにやばいですね。早く終わってほしいけどまだ5月なんでね、頑張って乗り越えていきましょう。行ってきます。そういうのあるよね。絶対ね好きだった。コーヒー感ないってこと？エスプレッソがちょっと入ってるぐらいで。ちなみにといえばあの子絶対コーラがね欲しいんだけど。かわいいっしょ。かわいくないこれ。これもいいサイズですね。そうなの。北海道のお土産です。北海道？行ってた。そっか。あれ北海道か。そう、あれ北海道。さすがパッケージかわいいの見つけてくるわね。だよね、かわいいよね。かわいい。これクッキー？今やっぱシールなんだね、みんな持ってるよね。今日の晩ご飯はナスとじゃこの丼、大葉とみょうがを添えて、そして豚汁、トマトモッツァレラ大葉のカプレーゼ。いただきます。いただきます。今
夜の9時です。今日は彼が飲み会なのでまだ帰ってきてないんですけど、さっきピーマンの肉詰めを作って、砂肝が安いのでよく買うんですけど、砂肝の下処理を終えたところです。で、晩ご飯という晩ご飯を食べてなくて、なんか料理してるとお腹が落ち着いちゃうんですよね。なのでいちごをちょっとつまんで冷ややっこを食べて、カップ麺が食べたくなったけどちょっと我慢したっていうところです。で、これから動画編集をしたいと思います。2週間も海外に行ったら気持ちが燃え尽きるかなとか思ってたんですけど、私には動画編集があるので、そこで自分の感じたこととかをこうアウトプットしてるような気持ちになってるので、割とこう心は燃えているっていう状態で、より動画に意欲的に取り組んでる感じで楽しいんですけど、ここ1週間の出来事で言うと、休んでた分の仕事を頑張ってちょっと取り返すためにめっちゃ頑張ってやってたっていうのと、いつものメンバーでコナンの映画を今年も見に行ったっていうことと、大事に育ててた観葉植物のドラセナコンパクターがちょっと枯れちゃった。そんな全部枯れてないんですけど、ちょっと葉が落ちちゃって悲しいっていうことと、衣替えをしたいのにできてない。今ハンガーラックにスウェットとかニットとかかかっちゃってるんで、それ衣替えしたいんですけど、ちょっとその時間も作れてないっていう感じです。徐々に日常に戻りつつあるかなと思います。はい、ではこれから動画編集やりたいと思います。一回は我慢したんだけどね。いちごにしたら今言っても遅いよね。いちごね、いちごも食べたんですけど、ちょっと最悪の展開ですいやね。この時間絶対ダメだよ。今週末絶対衣替えしなきゃ。今日持っていくハンカチはビビアン・ウエストウッドのちょっと派手めなハンカチです。なんか久々にこの古着のワンピースを着たら首元が痒くて、ちょっとバンダナを巻いてみました。最近はガチャガチャでゲットしたちびまる子ちゃんのポーチを持って行ってます。中にはリップと、化粧直しのコンパクトなどが入ってます。これが最初出たんですけど、可愛かったからもう一回やろうと思ったら、結局これ3つ出て、もう一個こちらも引きました。今日は12時から彼と映画を見に行きます。プラダを着た悪魔2をやっと見に行きます。その前にカレーが食べたいので、神保町のボンディに久々に行きたいと思います。では行ってきます。こっちだっけ？ボンディに行ったんですけど、なんかテレビの撮影が入ってて、いつもより1時間遅れでオープンということで、それだと映画間に合わないので日本橋の方に移動します。あるんだね、日本橋。これ1枚、
そちら 1.5 枚写してください。こちら 1.5 枚、このようにレアになってますので、それをおかずがいっぱい。生わさび美味しいぞ。ちょっとじゃあ岩塩わさびにいっちゃおうか。うまっ。やる？ああ、なんかシーズン2らしいよ。エピソード、あ、エピソードね。3だよね。前回のバチェロレッテジャパンは大丈夫？映せる？いただきまいただきます。今日は朝から動画編集をしてて、これからやりたかった衣替えをやっとやろうと思います。で、その前に昨日見てきたプラダを着た悪魔2の話をしたいんですけど、ネタバレをする気はないんですけど、もう本当にすっごく良くて、もうすっごく良かったっていうことです。私は1ももちろん大好きで、プラダを着た悪魔が公開されたのは当時中学生の時で、その頃は出てくる女性陣みんなかっけーって感じで、あんまりストレートなお話の内容に胸打たれるっていうくらいだったんですけど、やっぱ大人になって見返した時の登場人物たちのかっこよさがもう半端なくて、刺さりまくるセリフも多くて大好きな作品だったので、2をやるって発表されたことが、もうまず演じてくださってる皆さん本当に20年間残り続けてくれてありがとうっていう気持ちだったので、もうスクリーンでその登場人物が出てきただけで本当泣きそうなぐらい感極まっちゃって、もうお話の半分以上はもう胸がもうずっと最高だっていう気持ちだったので、もう本当に見れてよかったですということだけちょっと伝えたいと思います。で、衣替えが、我が家の収納はこちらの山善の頑丈突っ張りハンガーラックで収納してるんですけど、下の方に長袖、上にちょっと半袖かかってる感じで、これを主に半袖の割合を増やしていきたいなというのと、こちらの収納には主に私の服が入ってて、一番上の段の真ん中、ここだけ彼の靴下とか下着が入っている状態です。寝室にも
もクローゼットはあるんですけど、このぐらいのバーの長さがあって、ただ彼と半分ずつ使っている状態。イメージとしてはそこに無印とかで買った白い衣装ケースが3段ぐらいあって、そこを春夏秋冬と入れ替えて使っているっていう感じなので、寝室にある夏服をここに持ってきてかけたりだとかっていう調整をしたいと思います。簡単に上がるね。すごいね、逆に。怖いね。結構だから上まで行っちゃう。今ハンガーラックのバーの位置を変えてみました。やっぱり夏服はワンピースが多いので、そのワンピースが床につかないぐらいの長さで一回バーを変えてみて、ちょっとこれで吊るしてみたいと思います。ハンガーラックの模様替えが終わりました。ざっと説明すると、上の段に T シャツで、真ん中はちょっと軽くした方がいいのでタンクトップ類。この辺はちょっと厚手のサマーニットとか、まだ着そうな長袖の羽織のシャツとかをかけてます。下の段がこの真ん中、ここがワンピースゾーンで、この辺が全部タンクワンピースがかかってます。この辺シャツで、真ん中は軽そうな T シャツ。このカゴバッグの中にはガチャガチャでゲットしたポーチが大量に入っています。ここはボトムスで、この辺はバッグ。下には夏用のカゴバッグをちょっと出しました。無臭弾みたいなの余ってるんだっけ？無臭弾、余ってるよ。キャビネットの収納も整理できました。たまにここをどうやって収納してるんですかっていうご質問をいただくので、せっかくなのでお見せします。1段目は下着とか靴下が入ってるんですけど、2段目はもう夏はほんとほぼタンクトップ。ここタンクトップで、こっちは部屋着の T シャツ、こっちもタンクトップっていう感じです。2段目には秋冬に着てたニットとかスウェットを収納しました。なのでこれがあっちのハンガーラックにかかっている時期は、ここにはタンクトップのブラウスとか半袖の T シャツが収納されている状態です。一番下の段にはボトムスが入ってて、ほぼパンツですね。デニムとかで、この手前の細い部分にショーパン、ユニクロで買ったハーフパンツとかが入ってます。そういう感じです。以上で衣替え終了です。これからお昼ご飯にそうめんを食べたいと思います。もう一ショットいくか。おはようございます。もうすぐ朝の7時です。これから仕事に向かいます。自宅に帰ってきました。もうすぐ5時半です。外を歩いただけで暑くて、私は毎年タンクトップデビューが早いんですけど、そうすると 3,4 ヶ月タンクトップ着てることになって飽きちゃうんですよね。今年も多分最後の方は自分が着てる服に飽きしそうだなと思ってます。
ちょっと疲れたので、このままだとダラダラしちゃいそうなので先にお風呂に入ろうと思います。お風呂から上がったら晩ご飯を食べて動画編集しようかなと思います。やばい、暑いな。今10時半です。今日はこれから新宿に行ってきます。今週すごい忙しくて朝から晩まで本当に頑張ったので、ご褒美飯を食べに行こうということになって、私たちが大好きな新宿にあるアラという牛タン屋さんに行って牛タン定食を食べたいと思います。東京によくある牛タン屋さんは根岸か利休だと思うんですけど、根岸が多いか。どれも好きなんですけど、アラの牛タンは結構肉厚で、その中でも大好きなんです。私は小さい頃に仙台に住んでた時もあるんですけど、その時はまだ牛タンの味はあんまり分かってなくて、ただし仙台にいる親戚からその後たまに送られてくる牛タンがもう好きで牛タンってめっちゃ美味しいですよね。やっぱりもう焼肉行くとカルビがしんどくなってきてて、牛タンばっかり頼んじゃいますね。今もう出かける1分前ぐらいなのにネイルを塗ってます。いかにこの指を使わず行動できるかっていう。ちょっとトップコート諦めよう。では行ってきます。今日の服装は中がユニクロのチューブトップで、上に羽織ってるシャツがポルトガルリスボンの古着屋さんで買ったシャツで、下はインサイレンスのデニムです。で、ノルウェーで買ったバッグを持っていきます。もうほんと夏はこのタンクトップにデニムばっかり。すごいいいとこ出るね。10分も経っていた。びっくり。めっちゃ一番待ったかも過去。ちゃんのぬいぐるみチャーム回しました。結構大きい。可愛いね。思ったよりでかい。でも足部が良かったな。今日はこれぐらいかな。あんまなかった。ほんまね。自宅に帰ってきました。今5時過ぎです。
買ってきたものを紹介します。といってもブックファーストで本を買っただけなんですが、本屋さんで本をじっくり見るのが3週間ぶりぐらいで、めっちゃ楽しくて、本当はもっと買いたかったけど積んどく溜まってるから頑張って3冊に抑えました。まずは私が大好きな工藤レインさんの新刊「みそじの逆立ち」という本をようやく購入しました。いつも工藤レインさんの新刊が出たら発売日すぐ買うんですけど、これ4月21日に出てるんですけど、旅行の準備とかがあって、その時買っても絶対に積んどく行きだと思ったので、帰国してから買おうと思ってて、やっと購入できました。これはエッセイですね。忘れたくないあの瞬間、飛び込んできたこの気持ち、工藤レインの真骨頂、人生の機微をいっぱいに詰め込んだ傑作エッセイ集ということで、生活に訪れる光景、瞬間、出会いの数々、明日もまた読みたくなる23編。工藤レインさんのエッセイは本当に毎回楽しいものばっかりなので、今回も読むのが楽しみです。次がこちら、さくらももこのたびたび。これもすぐ買いたかったんですけど、今買ったらちょっと埋もれちゃうかもって思って我慢してたやつで、今年の3月に出てます。なんかさくらももこ先生のこれは、伝説の雑誌富士山から生まれた単行本未収録の11編、ももこワールド全開大爆笑、お久しぶりの旅の本、浅井亮さんの特別寄稿もあって、国内も海外も世界のどこを旅してもももこがいればそこに笑いあり、ミッフィーちゃんのブルーナさんに会ったよ、ゆとれひと、中国茶に熱狂&爆買い香港、京都で大阪で福岡でとことん食い倒れ、大好きなバリで大好きなあの人に再会。さくらももこさんの猿の腰掛けとかタイのお頭とかを図書館で借りて読んでたんですけど、かわいい。やっぱりね、カバー外してもめっちゃかわいいんだ。この単行本の形で出るのが久しぶりらしいんですよね。さあ、こういうとこも可愛いんですよね。さすが可愛いな。最後がこちら、伏野みちるさんのありふれた家を建てる。伏野みちるさんはこの祖母姫ロンドンへ行くっていう私お気に入りのエッセイなんですけど、こちらの著者の方で、これが本当に好きなんですけど、これの何が面白いかについては私が1年前ぐらいに出してる読んでよかったエッセイの紹介をしてる動画で紹介してるので、気になった方は見てみてください。で、その方の新刊っていうことで、ストレスフリーな暮らしをくれ、情緒とロマンをあっさり捨てた小説家の女一人と猫一匹、どこにでもあるはずだった家づくり奮闘記。この本はおしゃれで素敵な夢と希望にあふれたスペシャルなお城ではなく、雑に暮らせるありふれた家を欲した女が40歳を前にして人間一人と猫一匹のために建てた家の話だということをまず申し上げなければなりません。本文よりと書いてます。志乃さんの文章はこうあったかい感じ、ふわふわってしててすっごい読みやすいのと、なんかホクホクした気持ちに、こっちの本ではねホクホクした気持ちになったので、そういう読書体験を求めて、また新刊っていうことだったので購入しました。以上が今日購入した本なんですが、私積んどくがちょっとありすぎて、海外旅行に行く前に買ったりとか、もう去年買ったやつもあるんですけど、読めてないものがこちらで、読もうと思って読めてないのにまた新しく買ってしまったので、6月中旬ぐらいまで忙しいんですよ。だから6月以降かな、夏にかけて集中的に読書をする期間を設けたいなと思ってます。で、今日のガチャの戦利品は1回だけやったんですけど、こちらごまちゃんのぬいぐるみチャームです。かわいい。本当は足部が良かったんですけど、ごまちゃんもかわいい。なんかね、6月にガチャの新作でかわいいのもいっぱい出そうな予感なので楽しみ。6月にも楽しみがいっぱいあります。といった感じで今日の購入品は以上です。今日は本当何もしたくないので、コンビニでさっきおかずを買ってきて、それを晩ご飯にして食べて、YouTube とか見てのんびりしたいんですけど、最近見たエンタメで面白かったのはNetflix の地獄に落ちるわよと
戸田恵梨香さん主演のやつとアマプラのバチェロレッテ4シーズン4を見終わりまして、めっちゃどっちも面白かった。全然違う面白さなんですけど、ちょっとねバチェロレッテは私シーズン1が今までだと一番好きだったんですけど、並ぶぐらい違う良さがありますけど並ぶぐらい好きかもしれないです。YouTube で言うと最近見つけたヒコロヒーと西加奈子の仮説の仮説っていうこのラジオが面白くて、もう3話まで配信されてて、3話は浅井亮さんがゲストで来られてるんですけど、これは最近面白かったエンタメっていう感じです。なんか喋りたいこといっぱいあったのになんだっけな。以上です。寝てる。